古き良きのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、こちらアメリカのドレスシューズの名作であるフローシャイムケンムールが主役になります。はい、このフローシャイムのケンムールなんですけども、フローシャイムはですね、70年代、ぐらいまではですね、非常にですね、アメリカでですね愛された、シューズメーカーですね。で特にですねこのインペリアルケンムールというのはですね、作りがですねフラッグシップで非常にいいと。で高級靴としてですねさまざまなビジネスシーンであったり、そういったドレス、仕様のですねシューズとして愛されました。とにかくですね、この特徴としてはですね、このロングウィングチップというデザインなんですね。でこのロングウィングチップっていうのは、このメダリオンがあって、この周囲を囲むようにですね、枠がですね、切り返しがスーッとウィングチップがですねサイドを通って、でヒールのあたりまでぐーっと後方部まで行くんですね。でこれがですね非常に長いロングのウィングチップとしてデザインがですね定着しましたね。で、この私が今回、使ってるこのケンムールはですね、まず特徴としてご紹介をしますと、まずレザーがですねしぼ側になります。近くで見るとですね、表面が若干こうシルエットが出ててですね、いわゆるうっすらとですねプレスがかかってるような感じの印象で、上品なしぼ側になってますね。で当時もですね、結構ですねこの、ケンムールがですね支持が多かったようで、今でもですねヴィンテージ市場でこういった仕様はたくさん見られることがあります。はい、特にですねこのカーフっていうのは耐久性としてはですね、雨とかですねそういった状況下でも水をですね弾きやすいっていうのがまずあります。で雨染みとかがですねつきにくいっていう仕様になってるんで、扱いやすさは非常に高いんですね。ある程度ですね気負わずですね、ガシガシ履いてもですね、傷もつきにくくて、手入れもしやすいという万能なレザーになってますね。はい、で、このブーツの特徴としては、このヒールにもう一つあるんですけれども、私が使ってるこのケンムールはですね、ヒールがですねオリジナルではなくて、このキャッツポーっていうヒールが貼られてますね。当時ですねオリジナルはちょっと滑りやすいというふうなこともあって、こうやって変えられてる、個体も少なからずあるんですよね。でこのキャッツポーっていうのはこのマスコットにですね黒猫のデザインが入ってるんですね。でこのヒール自体にもしっかりと刻印があってですね、非常に面白いデザインのヒールなんですね。で個人的にもすごく好きなキャッツポーですね。でこの白い部分2つがいわゆるですね滑り止めとして、特徴として作られてて、この部分でグリップしてますよっていうふうなことが当時の広告でも出てましたね。でここがですね、いわゆる丸い、グリップな部分なので肉球とかいうふうな形で呼ばれたりもしてますね。はい、いわゆるダブルグリッパーとかいう表現もありますけども、こういったですねデザインでヒールの部分でですね面白い衣装がある得意なメーカーですよね。はい、でですね今回ですね、このフローシャイムのですねケンムール、年式をですね見ていきたいなと思います。で年式自体はですねパッとわからないんですね。なので今回ですね、表にまとめてみましたので見ていきたいと思います。はい、まずですね靴のインナーですね、レザーインナーのサイドの部分にですね、まず下の行の右側のあたりに
アルファベットの2文字があります。で、この靴で言えば G、D ですね。この2文字が書かれてるんですね。で、この G、D は何を意味するかというと、まず左の G は月ですね。1月2月の月ですね。でですね、右の D がですね、まあ、下一桁目の年、年ですね。を表しています。なので、まず、左の G から見ていくと、A が1月、B が2月、C が3月、D が4月、E が5月で、F が6月、G が7月ですね。ということは G は7ですね。7月の製造になります。で、右の D を見ていくと、1桁目の年なので、まず A は X0 年、B が X1 年、C が X2 年、で、D が X3 年っていうことで、下一桁が3年になりますね。なので、この2文字のアルファベットによって、X3 年7月ということがわかります。はい。ではですね、2桁目の年代判別法ですね。これはですね、いくつかのディテールから見ていくことができますので、左からですね、解説していきたいと思います。まずですね、V クリートですね。ヒールの部分のクリート。70年代の前期以前はですね、ヒールの V クリートが外縁に沿って打ち込まれていると。ヒールのですね、外側に限りなく近く打ち込まれてるんですね。で、70年代前期以降はですね、内側に寄っていくんですね。なので、外縁の部分に若干レザーソールがですね、残っていると。縁としてですね。で、V クリートが単独で内側に入り込んでいる感じですね。になってます。まずこれは一つ大きな判別法の一つになりますね。で、もう一つ。インソールのレザーソックシートですね。いわゆる履き口の履いたソールのインソールの部分ですね。ここにですね、薄いレザーが貼られてます。で、このレザーソックシートの前方の土踏まずのあたりの切断辺が直線であれば1972年以降になります。で、カーブを描いた曲線になっているものがあるんです。それならば古いもの、1972年以前になります。はい。で、次。同じくインソールのレザーソックシート内にスポンジが薄く入ってるんですね。太いものではないです。薄いので、分かりにくいんですけども、薄いスポンジが、挟み込まれてます。で、そのスポンジの端の切断辺が直線であれば60年代中期以降になります。なので、このスポンジの切断辺がですね、曲線を描いているということであれば、かなり古いということですね。はい。次。インペリアルクオリティの金のロゴですね。これがですね、この画像のように筆記体のこのデザインであれば、80年代中期以前、古いということですね。で、これ以外のですね、セリフ体であったりとか、違う形状のフォントロゴになっている場合は、80年代中期以降になります。はい。で、次ですね。生産国表記っていうのが、なし、ありでも判別がつきます。まず、生産国表記なしの場合は、80年代前期以前、古いということですね。で、その後、メイドイン USA 表記になると、80年代前期から90年代後期になります。はい。で、次。アセンブルドイン USA。これは90年代後期以降になります。はい。このような形で、2桁目の年代判別法、おおよそ絞り込むことができるということですね。はい。今回ですね、この映像内で、表としてまとめましたので、ぜひですね、キャプチャーなり一時停止でですね、皆様のこのフロー社員の兼務などのですね、年式のですね、判別などにお役立ていただけたらなと思っております。はい。よろしくお願いいたします。